皆さん、こんにちは。お元気でお過ごしだったでしょうか。7月25日のトークライブとなります。2ヶ月ぶりのトークライブです。どのようにお過ごしだったですか？私はですね、この2ヶ月間、最新中編映画、ゼロウエストプラスの最終作業をしていました。そして、先週の金曜日、無事に完成いたしました。ありがとうございます。この映画はですね、628名の方々からの基金によって制作されています。皆様お一人お一人に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。昨年の12月31日、私は東京湾から葉山にかけて7時間のヨットの航海に参加していました。そこで船頭をされていらっしゃった方が、環境活動家で、プロダイバーの竹本正弘さんという方です。竹本さんがですね、私にこんな話をしてくださったんです。今まで40年海を潜り続けてきた。最初の20年は海がきれいで、少しでも多くの人々にこの美しさを伝えたいって、そんな思いが溢れてきた。ところが後半の20年、2000年以降の海が大変なことになっている。沖縄から八重山諸島にかけて、サンゴ礁がですね、白化現象、死滅する現象が目撃されるようになり、それがなんと今や瓦礫化現象まで進んでいる。そして今やですね、全世界のサンゴ礁の7割が死滅している。南の海だけじゃありません。東京湾、駿河湾、湘南海岸駿河湾、これらの身近な海で進んでいるのが磯焼け現象といって、ワカメや昆布がいなくなるという現象が目撃されるようになっています。そして、竹本さんはダイバーなので、毎回海水温を測ります。その海水温が、以前までは冬になれば下がっていた。ところがこの10年、10度より下に下がらない。海の海水温が下がらないということは、気流が変わっていきます。風が変わっていきます。その風が今や海では大変な事態になっています。ヨットを航海してきた船乗りたちは必ず大切にしてた地図があります。太平洋パイロット地図。この地図はコロンブスの時代からずっと変わらない風の向きが書かれている地図です。500年変わらなかった地図。なんとこの10年。この太平洋パイロット地図、通用しなくなっている。風が変わってしまってるんです。海の風が変わる。これ大変な事態だって。私はさらに落ち込む事態がありました。竹本さんはですね、毎回ヨットの航海のたびにプランクトンネットで海の水を回収して、それをみんなで顕微鏡で見るということを繰り返ししています。で、そこで目撃してきているのは、大変な海の中身の様子なんですけれども、その様子がまさか太平洋の沖までそうなってると思いもよらなかったそうなんです。実際に
ジャメスティックという科学者の研究グループと一緒に、竹本さんは太平洋の沖の沖まで調べに行きました。そこで目撃したのは、どの海のポイントも採取して顕微鏡で眺めて、その中には5ミリ以下のマイクロプラスチック。どのポイントでも検出されたということです。そのマイクロプラスチックが実際にその写真の中で私も見せていただいたんですけれども、なんとミジンコ、さらにプランクトンの中にもプラスチックが見えたんです。プランクトンもマイクロプラスチックを取り込んでいるということは、それを食べている小魚、中型魚、さらに大型魚、もちろん人間もプラスチックを食べちゃってる。大変な状況が海に広がっています。で、海だけじゃないんです。山も。私は昨年の11月、原生林に近い岐阜県のネオオッパに行ってきました。で、こちらはですね、昔の原生林に近い自然林が残されている場所なんですけども、その場所ですらも、落葉広葉樹の森が立ち枯れが状態が起きている。そして、そこで採れる木の実、この木の実が空洞になっている。当然それを食べる熊たち、餌がなくて人里に降りてこざるを得なくなってきます。さらに、その森で起きているのは、虫がいなくなっているという現象。今、地球は気候危機に突入しています。で、この事実、聞くとですね、落ち込むと思います。私も本当に落ち込みました。でもこれは事実なので、まずは目を見開いてその事実を知ることです。その知ることに実は希望が始まるんです。私はその希望をゼロウェイストに見ました。ゼロウェイストとは、焼却も埋め立ても一切せずにゴミを出さないということなんですけども、もともとイギリスの経済学者ロビン・マレー博士が提唱した考えです。まず一つ目、廃棄物を出さない。二つ目、大気を汚染させない。三つ目、資源を無駄にしない。これを取り組んでいく。このゼロウェイストを最初に取り組んだのがオーストラリアのキャンベルです。その後、日本の、徳島県上勝町、さらに、福岡県の大木町、各地でこのゼロウェイストが始まっています。でこのゼロウェイスト、知るとそこに希望があるんですよ。そしてそちらの方がいいなって思えるんですよ。素晴らしいことが起きます。まずですね、上勝町ではゴミの4割を占めるものは生ゴミです。この生ゴミ、全住民に微生物のコンポストを提供します。それは支援金もあってですね、全員が持ってます。で、各家庭でですね、台所で出される生ゴミはそこの微生物のコンポストに入れますので、そこで良質な堆肥に変わるわけです。その堆肥でガーデニングをやり、畑ができて豊かな土壌になる。まさに家庭からゼロウェイストが始まっている。そして残りの6割を占めるゴミたち。ねえ、プラスチック、先ほどの話、蛍光灯、電球の玉や、ペットボトル、そういったものはですね、上勝町では分別をするんですけれども、その分別の数が45分別。45ですよ。ねえ、それ聞くと皆さんもちょっとめんどくさいなと思われるかもしれません。めんどくさくないんです。実際に上勝町の住民の方に聞くとですね、最初はちょっとめんどくさいなと思ったんですけども、実際にやるようになってから、大したことないって思い始めて、その理由が分かりました。
上勝町ではですね、この分別するゴミが集められるゴミステーションという場所があります。このゴミステーション、収集車が持ってくるわけじゃないんです。住民自らが持ち込んでいきます。そしてそこで45の分別をしていくんですけれども、そこにその理由が分かりました。その45分別の一つ一つの分別ゴミのところにプレートがありまして、そのプレートにですね、蛍光灯、電球の玉、105円とか書かれてるわけです。ゴミをきれいな状態で戻すと、それはお金となって資源となっていく。そしてですね、その分別がきれいな状態でできれば、塵積もキャンペーン、塵も積もれば山となるっていう言葉から来てるんですけれども、ポイントが溜まっていきます。そのポイントで日用品がもらえる。だから喜んで分別するんです。ゴミは資源じゃない。ゴミはゴミじゃなくて資源なんです。そしてですね、そんなことをやっぱり自治体だからできるのよ。ねえ、一個人にはそんなことできないって。とんでもないです。個人でもできるんです。その希望を私は神奈川県藤沢市で見ました。なんとそのご家庭、ゼロウェイストに取り組んでるんですけども、4人家族で年間5リットル以下。年間ですよ。1年間で5リットル以下。それでね、そこのご家庭に取材しに行って、私は希望を見ましたね。まずですね、ゴミの4割を占める生ゴミ。これは子供たちがその生ゴミをですね、持って畑に捨てに行くわけです。近くの市民農園に捨てていきます。そしてその畑で美味しい野菜ができるわけです。だから喜んで子供たちは土いじりをしながら手伝いをするわけです。ここで自然と触れ合い、コミュニケーションが生まれて豊かな気持ちになります。そして残りのゴミの6割、どうやって処理するか。まずは買い物なんです。買う段階から、それは地球環境に負荷をかけるかどうか、まず量り売りのお店を探すわけです。量り売り。ねえ。昔日本でもありましたよね。日本では、例えば豆腐なんかもボールを持って持ちに行くとそこに入れてくださる。パッケージフリーです。私も覚えがあります。漬物屋さんにですね、何グラムって買いに行きました。お肉屋さんに行きました。その量り売り。実際に量り売りのお店を探していくと、楽しいんです。自分の好きなものを好きなだけ選んで、もちろんそれパッケージフリーで、楽しいんです。楽しいなと思いましたね。そしてですね、ここで大事になってくるのは、買う段階から私たちの意識が問われているということなんです。それは本当に自分の体のためになりますか？それは本当に地球に負荷をかけていませんか？この問いかけをするとですね、食材を選ぶ段階で自分の体を痛めることはもう買いません。だから健康になりますよね。買う段階で意識が変わっていくわけです。そして私はここに大きな希望と答えを見ました。京都府綾部にある宿で、なんとゼロウェイストに取り組まれている宿があります。こちらの宿に私は取材をしに行って感動しましたね。まずですね、ゴミの4割を占める生ゴミ。これはゴミではありません。残り物なんです。その残り物を家畜に与えるんです。で、当然、宿だけの残り物では足りないわけです。家畜の餌としては。地元にいただきに行くわけです。で、地元の方々も、ゴミとして捨てられるよりも、家畜が喜んで食べてくれるんだなってことで、よく水を切ってですね、使い切って、食べきって、
そして出すっていう習慣になってきます。当然そこでコミュニケーション生まれてきますよね。地元の方とのコミュニケーションが深くなってきます。ここのやりとりが本当にまず豊かさにつながるんです。そしてですね、そうやって生ゴミになるはずのものたちが完全に家畜たちの餌となり資源になっていきます。残りの6割、使い切ります。今ですね、日本では、戦後間もなく拡大造林政策っていうことで、放置林だらけになりました。あれは戦後間もなくですね、杉ヒノキカラマツばっかり植え込んでですね、全国区、どこへ行っても植え込んでしまって外材、安い外材が入ってきた途端に放置しちゃったわけです。もう手に負えない。でも放置林も活用できるわけです。その放置林で出される木、これを間伐して薪として使うわけです。そしてその薪でご飯を炊きます。でね、実際にその、ご飯を炊くだけではなくてですね、薪で燃えた灰、これも資源として使えます。この灰は洗い物に使うとよく落ちるんです。もともと灰は電子を吸着しますから、そういったゴミとかを吸着して、きれいにする性質があります。なんと全部使い切っちゃうわけです。そして、このお宿のですね、ご主人でいらっしゃいます氏本さん。この方がですね、実際に、農機具なんかも古くなったものをですね、捨てるんではなくて、捨てる前に修繕して作り変えます。使います。で、これでやっていく。ねえ、そんなめんどくさいことって思うかもしれません。違うんです。めんどくさいわけじゃないんです。氏本さんがこんな話をしてくださいました。手間と暇をかけることが生活のクオリティを上げることであると。手間暇。私たちはこの手間暇をかけずに安く買う、綺麗な状態で買う、早く買う。そのことで失ってると思いませんか？心の豊かさです。生活のクオリティを失ってるんです。でも、実際に最後まで修繕して使うと愛着が出てきます。さらに、それでできたご飯、美味しいですよ。豊かな気持ちになりますよ。私もう美味しすぎて、ご飯6杯も食べちゃいました。そこで気づきました。ゼロウェイストとは、本当の豊かさにつながることであると。本当の豊かさ。この考えは、もともと私たち日本人にありました。もったいない。この言葉は仏教でもともと言われた物体がないということから来ています。物体がない。すべてが無である。すべてが無であると、すべての存在が尊くなってきます。そして尊くてありがたい存在であることがわかるんです。すべてがつながってるからです。ゼロウェイスト。本当の豊かさにつながると、その奥には深い深い自然への感謝があるんです。私たちは人間だけでは生きていないんです。すべての存在に生かされているんです。そのことにつながるのが、まさしくこのゼロウェイストにあります。そのことを描いた映画ゼロウェイストプラス持続可能な暮らし。いよいよこの9月からシアターセブン、シネマスコーレ、ロキシーほか全国各地の映画館で順次公開されます。ぜひとも劇場へお越しください。そしてですね、少しでも多くの方々にこの映画を伝えていただいて、世界中がゴミを出さない。そして本当の豊かさに結びついていく。そしてそっちの方がよっぽど豊かで幸せなんだよって。それを日本から放っていきましょう。今、様々な
危機的状況が起きてます。でもですね、危機はチャンスです。まずは事実をありのまま見ることです。ありのまま見て行動していくことです。そしてその行動の先に、実はあれは飛躍のチャンスであったってことに気づくことが起きてきます。どんなことが起きても大丈夫です。すべてはきっとうまくいく。それでは皆様、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。うん、でもどうしてね、僕はそれでも希望を持ってるかっていうと、例えば地球上のサンゴが7割方もういなくなっちゃったっていうことはあるけど、でも3割は残ってるじゃないかと。そこにも希望があるよと。で、その第一歩はみんなが知ることが希望。